皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日はアルバイトや就職の面接でよく聞かれる質問について話したいと思います。前回のエピソードで面接でおすすめの服装についてお話ししたんですが、最近面接でよく聞かれる質問を教えてくださいというリクエストもいただいたので、今日のエピソードで面接の代表的な質問についてお話ししていきたいと思います。どんな面接でもやっぱり緊張はすると思いますが、よく聞かれる質問を知っておくと面接の前にしっかり準備ができるし、面接当日も落ち着いて答えられるんじゃないかなと思います。今日は日本の面接でよく聞かれる代表的な質問を5つ紹介しながら、答える時のポイントもお話ししていきます。今日取り上げる質問は、自己紹介をしてください。志望動機を教えてください。長所と短所を教えてください。これまでの経験を教えてください。最後に質問はありますか？以上、5つの質問への答え方について考えていきましょう。今日はインターメディエイトレベルということで、N4 から N2 ぐらいの語彙や文法を組み合わせて話しますので、皆さんが知っているものがあれば復習の機会に、知らないものがあれば新しい学びの機会にしてもらえたらと思います。それでは始めましょう。ジャパミニ。面接の最初によく言われるのが、自己紹介をしてくださいだと思います。自己紹介といってもいろいろありますよね。でもこれは面接の始めなので、たくさん情報を伝えればいいというものではなく、むしろシンプルにまとめた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、まずは名前、出身、今していることの3つを簡潔に伝えられるように準備してみてください。その後、どうしても言いたいことがあれば付け加えてください。例えば、大学生がアルバイトに応募した時の面接なら、何々大学の何々です。出身は何々です。専攻は何々です。今は特に何々に関心があって積極的に授業をとっています。というようにシンプルにまとめるのがコツです。さっきも言った通り、ポイントは長く話しすぎないこと。自己紹介は面接のウォーミングアップなので、まずは短く簡単に話すので OK だと思います。ただし、自分の自己紹介の後、面接官から何か質問された場合には、しっかり答えるようにしてください。次に、志望動機。つまり、どうしてこの仕事、会社で働きたいのかを必ず聞かれると思います。なんとなくとか、家から近いからとか、とにかく早く稼ぎたいからといった理由だと、丁寧な志望動機に聞こえないかもしれないので、もう少し具体的な志望動機を準備しておく必要がありますね。
この質問の時には、自分の経験や興味とお店や会社の特徴をつなげると説得力が高まります。例えば、こんな答え方がおすすめです。接客のアルバイト経験があり、もっと人と関わる仕事がしたいと思ったからです。御社の商品が好きで、勉強しながら働きたいと思ったからです。といった感じで、理由を一つ、エピソードを一つ入れると、自然でいい印象になるし、説得力が高まります。私が大学生の時、塾の講師のアルバイトの面接で志望動機を聞かれた時は、自分が経験した高校受験や大学受験の経験を活かして、今の受験生のサポートができたら嬉しいと思ったからです。みたいなことを言ったと思います。昔すぎてあんまり細かく覚えてないですが。自分のエピソードと働きたい理由を組み合わせて、簡潔に志望動機が言えるように準備してみてください。もう少し説明を加えたい人は、2、3分にまとめておくといいと思いますよ。次は自分の長所と短所。これも面接でよく聞かれるので、ぜひ準備しておいてほしい項目です。長所は自分が上手なことや得意なこと。短所は自分が下手なことや苦手なことです。つまり、自分のいいところと悪いところを一つずつ説明できるようにしなければなりません。これは事前に考えておかないとすぐに答えが思い浮かばないかもしれないので注意が必要です。長所を話すときは仕事で役に立ちそうなことを一つ選びましょう。真面目にコツコツ続けることが得意です。人と話すのが好きで初対面でも緊張しません。など、シンプルで OK です。短所を言うときは、マイナスで終わらないようにするのがポイントです。心配性ですが、予定を細かくメモするようにしています。人前で話すのが苦手ですが、丁寧な話し方を心がけています。というように、短所を言った後、改善のためにしていることを一緒に言うと安心感を与えられます。また、苦手を克服しようとする気持ちがあることをアピールできるので、そういった意味でも重要なポイントです。次に、アルバイトでも就職でも過去の経験を聞かれることが多いです。働いた経験がある人は、その仕事内容、役割、学んだことの順番で話すと分かりやすく聞こえます。例えば、レストランで働いた経験があるなら、以前、和食のレストランでホールスタッフとして働いていました。忙しい時のチームワークの大切さを学びました。といった感じで短くまとめても十分伝わります。私は日本語の先生をする前に結構いろいろなアルバイトを経験していたので、
日本語学校の面接の時に役に立ちました。そして、まだ働いたことがない、これが初めてのアルバイトという人は仕事の経験を話すことができないので、代わりに役に立ちそうな経験を探さないといけませんね。例えば、高校や大学での経験を話すのもいいと思います。大学のアカペラサークルでコーラスを担当していました。他の人と協力して何かを作ることの面白さを学びました。高校のボランティア活動で公園の掃除をしていました。人のため、環境のために頑張ることの大切さが分かりました。といった感じで、仕事以外の経験でも自分が学んだことや知ったことをアピールすることはできます。小さな経験でもアピールポイントとして使えるので、皆さんも今のうちに学生時代の経験や頑張ったことなどを思い出してメモしておくといいかもしれませんね。こういったことは年を重ねるたびに忘れてしまうので、ちょっとでも使えそうな経験や思い出があればストックしておいてね。さて、面接の最後になると、よく、最後に質問はありますか？と聞かれることが多いです。この時、特にありませんと答えても問題ないですが、できれば何か一つ質問しておくと、やる気や積極性が伝わっていい印象になりやすいと思います。例えば、新人の研修はどのように行われますか？シフトはどのくらい前に決まりますか？私と同じ条件で働いている方はいらっしゃいますか？この仕事のために今からできる準備があったら教えてください。といった感じで、仕事内容に関する質問がおすすめです。いきなり給料の話はしない方が無難かなと思います。面接官が答えにくい質問、細かすぎる質問は避けた方が安全でしょう。とにかく何も質問しないよりは何か一つ質問した方がいいと思うので、いくつか候補を用意しておいてください。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマは面接でよく聞かれる質問でした。もう少し細かい質問もいろいろあると思うので、また機会があったら別のエピソードでお話ししたいと思います。ちなみに以前、ジャパ耳第14回のエピソードでアルバイトの面接の様子を紹介したので、こちらも参考にしてね。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。